どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、シューターがなぜこのゲームの中で最強なのか、これについて解説していきたいなと思います。今回は戦闘攻略ということでやっていくわけなんですけども、おそらく多くの方が、戦闘攻略だったら、編成のことだったり、リアルな話の方が知りたいと思われてた方多いと思うので、当初の予定だと、このゲームの、ある種一番基礎的な編成である424について話していこうかなと思ってたんですけども、ただ424を説明していくにあたって、そもそも大前提として、あの編成ってシューターが強いからこそ成り立っていて、なおかつ、シューターが中心として、このゲームのメタが回っているっていうことを理解していないと、424をちゃんと使うことってできませんし、あとは他の兵隊構成だったり、編成だったり、ステータスの振り分けを、深く考えていったときに、ある種絶対正解にたどり着くことって、不可能なんですよ。なので、今回は、なぜシューターが最強なのかということについてお伝えしていこうかなと思います。まず、多くの方が思ったと思うんですけども、車が弱いのはわかるけど、各陛下の、各陛下の強さって、ほぼ同じ強さなんじゃないのっていうところですね。ただ、これに関してはもう明確な違いがありまして、もうシューターが一番強いです。じゃあ何が強いのっていうところで、いろいろと話していこうかなと思うんですけども、まず強い点。一つだけではなくて何点かありまして、一番シューターが強い点。それはまず火力です。T4 の各陛下ごとの攻撃力を比較したときに、T4 のランク9ですね。そちらだと、ギャングは785。で、バイクは攻撃力が808なんですけども、シューターって974あるんですよ。もうなんで圧倒的なんですね。HP とか、HP は、その分、ギャングとかの方が高いんですけど、こと攻撃力っていう面で捉えると、もう圧倒的な強さをシューターは持ってます。で、次に強い点なんですけども、シューターは遠隔で攻撃することができるので、相手より先に攻撃することができます。こちらについては、戦闘動画をご覧いただいた方がわかりやすいと思うので、こちら前回の CVC ですね。そちらでダブルレイドをした時の理発でのレポートになります。で、こちら相手は、ミックスで残っているのに対して、こちらはシューターの端子を当てたレポートになるんですけども、勝敗よりも大事なのは戦闘動画の方なので、そちらに注目していただきたいんですけども、かなり最初の方なので、注目してご覧いただきたいです。手前側が僕で、まずもうこのタイミングからシューターの攻撃は始まってます。で、ただ、まだ、今到着しましたね。相手のギャングとバイクが攻撃を始める前に、こっちのシューターって先に攻撃を始めることができるんですよ。これがかなりシューターの優位性の一つで、大きいところなのかなと思います。一応ちなみに本筋からは少し話が逸れてしまうので、軽くだけお伝えするに留めるんですけども、兵士4とか、10とかで、クッション入れることって結構あるかなと思います。それってじゃあ何のために入れてるかっていうと、この最初のシューターの攻撃を防ぐためにあるものなので、すごい正確に言うと、別の意味合いとかも、あるんですけど、基本的にはこちらのイメージで OK です。ただ、これを分かってないでやったり、場合によっては、クッションの数が、過剰になってしまったりして、普通にクッションなしのが火力出ることって正直ありますし、あとはこのクッションのせいで、相手の兵士の当たり方が崩れちゃって、結構悲惨なことになったり、でそういったことも起こり得るので、しっかり使いこなせるまでは、慎重に使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、もう一つ、優位性がありまして、それは何かと言いますと、端子での優位性です。端子を打つときって、相手にされたくない編成って、自分の端子に対して有利な陛下で受けられることじゃないですか。本当ただ、逆に、ステータスの差があって、どうしてもない、どうしようもない場合を除いて、基本的に、端子打ったら、有利受けされなければ勝てるんですよ。端子でも完全にステータスを寄せていくわけなので。ただ、相手に、有利受けをされても、勝てる可能性が一番高いのがシューターです。一応、バイカーでも、有利受けされても、勝てる可能性はあるんですけども、ギャングが正直、一番辛いところなのかなと思います。じゃあこれどうしてなのっていうところを、レポートを見ながらお伝えしていこうと思うんですけども、ちょっと動画のわかりやすさ重視で、
受け側は、完全均等で、編成を切り替えています。ただちょっとステータスの差とかは結構あるので、あくまでどの陛下に攻撃が当たっていくかということにのみ、注目していただきたいんですけども、まずは、こちらが、ギャング攻めで、相手がバイカー受けをした時ですね。こちらを見ていきたいんですけども、まずは、相手のバイカーに、当然攻撃が当たっていきます。ただ、こちらはしっかりと横端2列に、ギャングを配置する、シュータースクエア編成を、使っているので、半分突破すれば2列目に行けるんですけども、ちょっとレポートの、動画の方を見ていきましょう。で、こっちのギャングが、まあ、ですね、バイクに最初に攻撃が行くんですけど、ただこの時って本来、半分突破したら、シューターに行けるから、こっちが攻撃したいシューターに行ければ、いいんですけど、ここですね、バイクを半分突破した後に、ギャングに攻撃が行っちゃうんですよ。なので、本来攻撃したいシューターまで届かないっていうところで、これほんと端子としてはかなり致命的なので、ギャングはこと端子の強さだけで見ると、最も弱いということになっています。では次に、バイカーの端子で攻めた時のレポートを見ていこうと思うんですけども、その際、シューター受けですね、された場合なんですけども、こんな感じになります。ちょっとここは少し複雑で、完全に相手を半分倒したから、次の、こっちが攻撃したいギャングに来てるってわけではちょっとないんですけど、少し戦闘動画の方見ていきましょう。ただ、あれですね。この場合はちゃんとさっきとは違って、こっちが攻撃したい、ギャングにも、攻撃することができるっていうことが、ここが一番大切なので、そこだけじゃ押さえておいていただければいいかなと思います。ですね、今、もう、一番最初からギャング攻撃できるんですよね、バイクって。ただ、相手のシューターに対する、火力はその分半分ぐらい半分ぐらいになっちゃってるんで、最終的に、最初から最後まで、全部の力を一度相手のギャングにぶつけることはできないっていうところで。ただ、十分に、さっきのギャングよりかは十分、いいのかなと思います。では最後に、シューターの方を見ていきたいんですけども、詳細データとしては、こんな感じになります。ちょっと戦闘動画を見ながらお伝えしていこうかなと思うんですけども、手前側が、シューターです。僕のシューターですね。で、最初は、ギャングを、攻撃するんですけども、この、ギャングの半分を、倒すことができたら、次はすべて、バイカー、すべてじゃないですけども、ごめんなさい。そこからは、ガンガンバイカーを攻撃していくことができるので、一部は、ギャングの方、ですね。一部ギャングの方にも、ダメージが入ってしまうんですけども、基本的にはほぼすべて、バイカーに攻撃ができるっていうところで、非常に、端子として見たときに、やっぱり一番優れているのはシューターなのかなと思います。こんな感じですね。ただ本当さっきの、じゃバイカーとシューターで、別にこれバイカーでも結構いいように思えるじゃないですか。ただこれ結構致命的な違いがありまして、シューターって最初お伝えした通り、そもそもの火力が非常に高いんですよ。なので、最初の一列目を早く突破できるんで、その分、バイカーよりも、こっちが攻撃したい、自分にとっての有利陛下ですね。に、多くダメージを与えることができます。で、結局この、自分が攻撃したい相性のいい陛下にどれだけ攻撃が与えられるかっていうのが、端子と肝、一番大切なところになるので、そこら辺を考えていくと、やっぱりシューターが一番強いという寸法になるのかなと思います。ということで、これでシューターが一番強いっていうことは、いろいろとお分かりいただけたかなと思うんですけども、ただ一つ、皆さんにお伺いしたいことがありまして、このシューターの端子が、一番強い環境。シューターの端子というかあれですね。シューターが一番強い環境。これは当分、崩れないと思います。そしてとりあえず、シューター端子打てば、いいよねっていうのは結構続いていくと思うんですけど、ただ、このゲームに、とある変化が起こると、シューター端子で結構、バンバン打っていける時代はかなり終わりに近い、かなり、端子の時代は終焉して、ベストレイドを除いて、複数陛下のバランス構成でしか、監視とバトルっていうのはされないようになります。
で、そうなると、このゲーム、今より難しくなって、じゃあその一方、もっと面白くなると思うんですけど、じゃあその起こったら、一気にもう、端子が使えなくなる変化って、皆さん何かわかりますか？ただ、これってちゃんとわかる人って、多分もう私の気まぐれコラボいらないんじゃないかなと思ってるとは思うんですけども、ぜひ考えていただけると嬉しいなと思います。答え合わせの方は、次回の戦闘攻略ですね。冒頭でお話しした、このゲームの、最も基礎的な編成である、424と合わせてお送りしようかなと思いますので、そちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録および、最近 X の方も始めたので、概要欄よりフォローしていただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。